はい、今回はご質問いただきました Adobe Media Encoder を使って書き出す動画のデータサイズの調整方法をご紹介していきます。こちらは先日のモーグラフェスの時に質問をいただいたのですが、プレミアとアフターエフェクツを使って動画を書き出したところ、ものすごいデータサイズの動画が書き出されてしまってどうしていいかわからないといった形だったのですが、今回は僕がよく使うおすすめの設定を交えながら設定方法をご紹介していきます。こちらの画面はプレミアプロの画面となるのですが、Adobe Media Encoder を使った書き出しの設定は After Effects から行う場合も同じ方法となります。今回はプレミアプロを使いながら設定方法をご紹介していきます。現在タイムラインには10分の動画素材が配置してあります。こちらの動画を書き出していきます。ファイル、書き出し、メディア。すると書き出し設定が出てきます。動画のデータサイズなんですが、書き出す形式やコーデックによっても変わってくるのですが、基本的には同じ概念となります。今回は一番汎用性が高くベーシックなフル HD の H264MP4 を使ってデータサイズの設定方法を見ていきます。まず形式 H264 ですね。そしてプリセットから高品質 1080pHD を選択します。すると下の設定がフル HD となります。画面サイズ 1920×1080、フレームレート一般的な 29.97 ですね。そして下に行くとビットレート設定という項目があります。このビットレート設定が画質とデータサイズに直接的に影響を受ける項目となります。まずビットレートエンコーディング、これはエンコード方式になるのですが、 CBR、VBR1 パス、VBR2 パスと3種類あります。まず CBR を見ていきます。CBR にすると設定項目がターゲットビットレートの数値1つだけになるのですが、この数値が動画のデータ量、情報量の数値となります。ですのでこの数値を上げると画質が上がってデータサイズも増える。数値を下げると画質が下がってデータサイズも落ちるという形になります。で、この CBR の場合は動画の画質を常に一定の数値、一定の情報量で書き出す設定となります。例えば20メガとかですね。にすると常に動画のデータ量、情報量が20メガで書き出されるという設定となります。それに対して VBR、ワンパスを見ていくと、次はターゲットビットレート、最大ビットレートという2つの数値が設定として出てきます。VBR 方式の特徴なのですが、ソフトウェアが動画の中で複雑な部分を見極めて、その複雑なところだけビットレートを上げるという可変ビットレートの設定となります。例えば動画を書き出す中でターゲットビットレート、基本は10メガを目指したいけれども、複雑になって10メガでは表現できないところは20まで上げていいよといったような設定ができます。例えば動画の中でシンプルなところ、白背景に文字だけみたいなところは10メガで書き出して、映像が複雑になったところで20メガまで使っていいよという設定となります。この VBR を使うメリットとしては、シンプルなところのビットレートサイズを落とすことができるので、データサイズをより小さくすることができるという部分となります。そしてワンパスと書いているのですが、これは映像のシンプルなところ、複雑なところを見極めるためにソフトウェアが動画を1回見ますよと、1回確認します。それで判断しますという設定となります。それに対してこの2パス、これにするとダブルチェックですね。この判断するためにソフトウェアが2回動画を見ますという設定となります。2回見る方が精度が上がりますので画質が上がることが期待できるのですが、その分2回見るので単純に変換にかかる時間も伸びますという設定となります。これだけ聞くとデータを小さくできるなら VBR の方がいいじゃないかというふうに思うのですが、僕個人的には VBR はほとんど使っていません。CBR で書き出しています。というのもどうしてもこの映像のシンプルなところ、複雑なところというのはこのソフトウェアが判断しますので、ちょこちょこブロックノイズが発生したり、赤い模様がにじんだりみたいなことがあったりするんですね。お仕事でする場合、そういったノイズやにじみなんかが1カットでもあるとまずいので、基本的には安定してクオリティが出せる CBR の設定を使っています。常に一定のデータサイズで書き出すということもあって、画質とデータサイズが計算しやすいということもあります。そしてこのビットレートの設定なんですが、ビデオだけでなくオーディオにもあります。AC 形式の場合は下に行くと、ビットレートここですね。最大320まで設定することができます。
このビデオとオーディオのビットレートの設定でデータサイズ、画質を調整していきます。じゃあこのビットレートの数値いくつに設定するのがいいんだっていうことになってくるのですが、今回は僕がよく使う設定とそのシチュエーションを合わせてご紹介していきます。まず最高画質の設定からご紹介していきます。例えば企業さんの YouTube 用の PV なんかを作ったりします。そういった時、一番高画質な形で納品するのですが、そういった時は HD の場合 CBR ビットレート50を使用しています。50メガですね。そしてオーディオは320。この設定を使っています。これが H264 の MP4-1080p で最高画質として使っている設定となります。他にもこの最大深度に合わせてレンダリングと最高レンダリング品質仕様はチェックを入れています。そしてこの設定は毎回使うものですのでプリセットに保存しておきます。プリセットを保存、そして名前を入力します。 1080p 50メガとしておきます。これで H264 を選ぶとここですね、プリセットから一発でこの設定を呼び出すことができます。そして一通り設定が終わるとこの下の予測ファイルサイズでだいたい書き出される動画サイズが表示されています。 CBR の場合は大きく外れることなくこのぐらいの数値で書き出されます。10分のフル HD 画質の動画50メガですね。設定ができたら Q に送ります。するとメディアエンコーダーが起動します。Q が入りましたね。これが今設定したものです。続けて設定を行っていきます。もう一度ファイル書き出しですね。そして今のプリセット50メガの状態となっています。次に普通画質の設定をご紹介していきます。先ほどの50メガ高画質でいいのですが、データサイズもかなり大きくなってしまいますし、例えば納品した動画を YouTube にアップした後、どこかのイベント会場なんかでノートパソコンから流したいといったようなこともよくあります。ただ、この50メガのデータですと、あまり処理能力の高くない一般的なノートパソコンでは、動画が再生できないとかカクカクするみたいなことが結構問い合わせが来ますので、そういった時にはもう少しビットレートを落として、普通画質で一般再生用のデータを作成します。その設定が16メガとなります。そして、オーディオが192。この設定をよく使っています。この設定であればよっぽど古くない限り普通のパソコンで再生することができます。予測ファイルサイズ1158、だいぶ小さくなっていますね。こちらもよく使う設定ですのでプリセットを保存しておきます。プリセット保存、16メガ、50メガ、16メガの設定ですね。そして16メガで Q に送ります。さらに書き出します。ファイル、書き出し、メディア、16メガですね。そしてたまにこの16メガのデータでもカクカクして再生できないと言われることがあります。例えば Windows XP ぐらいの古いパソコンなんかではさすがにちょっと厳しかったりするので、さらに軽いデータを作ってほしいと言われたときは半分の8メガの動画データを作成します。そしてオーディオは128。オーディオの設定に関しては、いわゆる一般的な高音質、違和感のない音質がキープできるのがこの128までと考えていますので、僕はこの128より下げることは基本的にありません。ビデオが8メガ、オーディオが128。そしてプリセットに保存します。8メガ。ビットレート数値でいうところのこの8メガは DVD 画質と同じぐらいと考えてもらうと分かりやすいと思います。そして Q に追加します。そしてさらに書き出します。
8メガの設定ですね。8メガの場合、予測ファイルサイズ581。かなりこれでも10分の動画で考えると小さくなっているのですが、さらにお仕事なんかでよくあるのが、出張中の社長にメールで送って確認してもらわないといけないので、もっとデータサイズを小さくしてほしい。そういった場合は YouTube や Vimeo なんかに限定公開でアップするのが一番スマホなんかで見やすいのですが、社長ガラケーみたいなこともちょこちょこありますので、そういった時はビットレート3メガとか1メガとかにします。今回は3を使っていきます。そしてオーディオ。もう音質は無視して64ぐらいまで落とします。ビデオ3メガ、音質64。これで10分の動画が219メガまで落とすことができます。9に入れます。こんな感じでデータサイズを調整していきます。そして設定が終わったら Q を介して書き出します。アフターエフェクトから書き出す場合は、ファイル、書き出し、メディアエンコーダー Q に追加でメディアエンコーダーが起動します。起動すると自動的に Q に入ります。そしてプリセットをクリックすると設定画面が表示されますので、ここから設定を行います。プレミア側で作ったプリセットも同じように使えます。そして実際に書き出した動画を比較していきます。まずビットレート映像50メガ、音声 320K の10分のデータサイズが 3.51 ギガとなっています。かなり大きなサイズとなっています。次に映像16メガ、音声 192K の場合、データサイズは 1.13 ギガと50メガの時と比べるとデータサイズが3分の1程度となっています。画質の差自体はそんなに感じられないかなという感じですね。次が映像8メガの音声 128K、データサイズは581メガとかなり小さくなっています。ただ映像の方も劣化が少し目立ってきて、画面右側の木の方では結構カクカクとノイズが出てきています。そして最後に映像3メガ、音声 64K ですね。ここまで落としても映像も音声も極端に破綻することなく結構耐えれるんだなといった感じですね。動画の内容にもよると思うんですが、データサイズ重視であればもっと下げても大丈夫そうですね。こんな感じで映像と音声のビットレートの数値を調整することで動画のデータサイズを調整することができます。動画を使う環境や用途に合わせて設定を行ってください。今回は以上です。またお会いしましょう。